エビンモ TV 始まるよ。はいどうも皆さん、エビンモ TV へようこそ。ゲームが始まる前に1分でわかるチャンピオン説明。今回使うチャンピオンは聖なるオハリコグエン。魔法で人間になったビエゴの妃、イゾルデ作のお人形。華奢な見た目だが AP チャンプでは珍しいオートアタック主体のスカーミッシャー。範囲外からの攻撃を無効化する霧に隠れ、ブリンクや回復を織り交ぜながら敵を切り刻む。スカーミッシャーとしては割合ダメージと確定ダメージを合わせ持ち、タンクに強いのが特徴的。強み、割合ダメージ、トゥルダメージを兼ね備えるので、どんな相手にもダメージを出しやすい。2種類の自己強化を合わせ持ち、足を止めてのインファイト性能はかなりのもの。複数の敵に大ダメージとスローを与えるウルトによって集団戦での影響力が高い。W によって複数戦で敵のメイジの攻撃に巻き込まれにくい。弱み、CC はスローのみ、かつスキルの基礎ダメージがやたら低く、装備依存度が極めて高い。ダッシュがあるとはいえ、射程は基本的に短く、回答や加速手段のある相手に火力を出しづらい。主力の旧中心部もウルトも非常に当てにくく、うまく当てないと全くダメージが出ない。という感じです。それではプレイの方行ってみましょう。はいどうも皆さんこんばんは。本日もエビンモ TV のお時間がやってまいりました。今日プレイするチャンピオンはグエンです。対面はケイル。サモナースペルはテレポート、ゴースト。ルーンは征服者、サブルーン不滅となっています。スタートアイテムはドランリングです。基本レンジド相手はドランシールドがいいんだけど、ケイルは序盤はレンジドじゃないから、そこまでドランシールドはいらないかな。で、ドランブレードとドランリングだと、ドランリングは、とにかく安定性が高い。ポーションが2個あるし、マナ持ちも良くなるから、スキルがすごく使いやすくなるね。ドランブレードは、序盤めちゃくちゃ強くなるんだけど、その代わりにマナがちょっと、マナ管理が難しくなるのと、やっぱりポーションが1個しか持てないから、少し、ダメージトレードうまくいかなくなると、途端に難しくなるね。っていう感じですね。スタートアイテムは。で、対面ケイルで倒すのに、ケイルを倒しきるのに、別にユナイトがいらないので、ゴーストを選んで、ケイルに追いつけるようにしています。対面のケイルはドランブレード。ドランブレードのケイル相手にドランリングのグエンだと多分レベル1あんまり勝てないので、レベル1はそんながっつり戦いはしません。ただ、もちろん100-0まで戦うとドランブレードの方が勝つんだけど、ケイルの。ただ、簡単にダメージトレードする分には、ポーションが2個あるこっちの方が、ダメージトレード的には有利になります。レベル2先行からの QE ハラス。グエンの基本はね、ミニオンでパッシブのスタックを貯めて、QE でハラスをする。っていうのが基本かな。レベル3では W を取ります。で、ウェーブを押し切ってちょっと時間があるので、相手のジャングルの位置をチェックします。今、スマイト使いましたね。今からグロンプです。で、シャコ相手は、ガンクパターンが、ここに Q で飛び越えてくるか、このグエンの下側、グエンの下右下のところ、ここの壁を Q で越えてくるっていうのが、シャコの基本的なガンクルートなんで、壁に近づかないようにします、これで。グロンプの上の壁だね。で、シャコがまだこれいる可能性全然あるので、
そこまでがっつりとしたダメージトレードはせずに。あ、ミッドに見えたね。これ、今見せた WEQ コンボ。これ、グエンの必須テクニックです。まあ、必須は言い過ぎだけど、ごめん。必須は言い過ぎたわ。めちゃくちゃ強いです。これ使えるようになったら。W を先に打って、EQ でハラスすると、ちょうどその W の外側に出ないギリギリの位置まで移動できるから、相手に対して一方的にハラスできるんだよね。これめっちゃ強いです。WEQ したグエンに相手がハラスし返そうとすると、グエンのフィールドの中に入らないといけないから、その移動する分でも手間だし、その移動してる間にもグエンのオートアタック2発ぐらい食らうから、これをされるとね、逃げるしかない相手は。で、ケールがテレポートを使いました。で、先に相手がリコールしたので、僕のが絶対これレベル6になります。これ今多少強引にダメージトレードしても、僕だけテレポートが残ってるので、今、ここで、ある程度ダメージトレードするのはいいです。あ、思ったより削れなかったな。車庫が右側から来たね。危なかった。今、車庫の E を W で、無効化できましたね。基本、発射物は、発射されてから W 使うと、相手の発射物がなかったことになって、CD になるんだけど、飛んでくる前に、発動モーション中に W 使うと、普通に CD に入らないから、できる限り発射物見てから使った方がいいです。で、ケイル相手に、ウルトあるケイル相手に1回でだいぶはしきれないので、E を残して、だいぶプレッシャーすることで、相手のウルトを落とさせました。で、今のグエン、ウルトの CD がめちゃくちゃ短いんで、結構気軽に使って大丈夫です。グエンのウルトに相手がウルトで対応してきても、絶対にグエンのウルトの方が、はるかに短いから、美味しい交換になります、その場合も。これだけでレーン帰ってきた瞬間にケイル、HP3 割。ウェーブをフリーズします。基本キルを取るコツはね、フリーズですね。やっぱりこうやって。トップは本当に、他のレーンに比べて、他なんていうかミッドレーンとかに比べてレーンが長いので、長い上に1対1のレーンなんで、ウェーブコントロールがね、非常に大事です。
のフラッシュで、ケイルのウルトが確か150か140秒、140秒なんだよね。それに対してグエンのウルトは100秒。てかね、そういえばタワーがね、めちゃくちゃ痛くなったんだよね。本当に痛い、タワーが。今ダメージ。チャンピオンたちのベース HP が増えるのと同時に、タワーのダメージもめちゃくちゃ上がってるから、これね、バード待てばいいじゃんって思うかもしれないんだけど、これ多分待たない方がね、美味しいんだよね、俺的に。バード待たないおかげで、今相手の大砲ミニオンも死ぬし、バード待ってやろうとすると、ウェーブがワンチャンもうワンウェーブ待たないといけなかったかもしれないから、そうするとちょっといろいろね、ターンが遅れるんだよね、俺のターンが。こうすると、相手のウェーブもフルウェーブになるし、またケールファームできなくなるから、さっきのタイミングがベスト。このタイミングを分かるためにはちょっと、感覚つかむためにね、コツがいるかもしれないけど、まあ、そういう理由でやったかな、さっきのは。はい、そしてケイル、フラッシュもない、ウルトもない。こっからまた地獄です、ケイル。結構ね、これケイルとかそういうレイトゲームキャリー、ファームが必要なチャンピオン相手はね、これファームを上げさせない動きが必要。まあ、それか、押し込んで、他のレーンにロームして、他のレーンを、勝たせるっていう手段もあるんだけど、グエンでね、あんまりロームって強くないから、さあ、今度こそ、イージーキル。フラッシュもない、ウルトもない。もう、分かっておりますとも。何もない、ケールは。で、やっぱ、あと思うんですけど、みんなね、日本サバプレイしてるみんなね、スペルチェックをね、俺的にはね、頑張ってほしい。スペルチェックっていうのは、相手がフラッシュを使った時間とかをメモっておいて、それを味方に伝えること。で、俺1450トップってやってるのは、トップのフラッシュが14分50秒までないですよっていう意味なんだけど、これね、めちゃくちゃ強いのよ。本当に強い。スペルがないね。じゃあ、このガンク決まるねっていうのがすごく簡単にわかるから、キルを取れるかどうかにもつながるし、で、このゲーム1キル取ったらそっからのスノーボールするゲームだから結局。1キルっていうか一つの有利からどんどんスノーボールしていくゲームだから、もう超ね、本当に超大事。スペルチェックは。TP 使おう。で、全然喋ってなかったけど、最初のアイテムはリストメーカー。で、ブーツは今回、本当はマーキュリーブーツ履きたかったんだけど、お金がないんで CDR ブーツにしました。あ、これゴーストはちょっと使いすぎたな。これケイル乗ると140秒だから150秒に対して僕乗ると60秒です。あまりにも、あまりにも CD の差がある。
グエンね、マナ持ちいい方なんだけど、あんまりにもスキル連打してると、普通にマナなくなることあるから、マナが半分切ったぐらいから、節約し始めてもいいかも。これは追いつかないかな。惜しい。まあまあ、これでフラッシュダウン。で、次や買うアイテムは、これコズミックドライブ行ってるんだけど、多分ナッシャートゥースとかのが良かったかな。コズミックドライブね、最近あんまり積んでる人見ない。悪くないアイテムなんだけど、ちょっと、なんだろうな、器用貧乏っていうか、ダメージが欲しいなら、ナッシャーだし、もうちょっと、なんだろうな、ユーティリティ行くにしても、多分ゾーニャとかの方がいいかな。うん。まずい。さすがにこれは死ぬな。ノーフラッシュ。ごめん。さっきの話はちなみにゴースト持ってる時の話だね。イグナイトとか持ってて、機動力ちょっと足りないなって思った時は、ありだと思います。そう、ちょっとね、スペルチェックする人があんまりない気がするから、広めていきたい、俺。このスペルチェックの大事さを。で、本当にね、やったら超有利になる。もちろん俺も完璧じゃないけどね。完璧じゃないけど、できる時にはしてほしいって感じかな。余裕がある時に。もちろん戦闘中とかに打たなくていいから、リコールした時とか、すごいダメージ。グエン中盤ぐらいになると、ウルトのダメージもものすごいんだよね。しかもウルトの CT めちゃくちゃ短い。夜かめっちゃ迷うな迷うけど、ウルトないグエンが行っても何もないんで、寄りません。よし、ちょうどコズミックドライブ変える。まあ、微妙かもとは思ったけど、別に、まあ別にね、悪いわけじゃないね、正直、このアイテム。全然悪くない。他のアイテム100点なら、このアイテム85点ぐらいある、単純に。でもケイル相手なら悪くなかったもんな。W 遅れた、ちょっと。あまりにも簡単に人が死ぬ。
ウルトの CD 短いの本当にいいね。使いやすいわ。ウルト依存度がすげえ高いチャンピオンだから。飛ぶか迷うなぁ。こっちもめっちゃ美味しいんだよね。あれってかバロンかバロン、バロン、バロンは飛ばないと。ダメだった。やべ、俺ヘラルドかと思ってた、適当に。すいません、皆さん。グエンは対象して不可。グエンは対象して不可。マジで。えぐい、この文字。本当にえげつない。ナイス。ダブルキル。いや、育ったグエンマジで強い。本当に強い。まあもちろん、無敵の万能チャンプではないけどね。結構敵のね、カイティングされやすい構成にちょっと弱いのはあるね。CC がスローしかなくて、ちょっと射程が短いから。まあでも、あんまりね、今のメタにおいてそういうチャンピオンないから。そういうチャンピオンたち。こっからはバロンバフもあるし、どうしたもんか。まあ、一音するか。まあ、レーン押して寄ろうかな。やばい。ボットに行きそう。俺がミッドに行くか。いや、こっち来てほしいな、でも。トップをして、ミッドをして、いいね。いいローテーション。で、この後、押し込んだ後ミッドに寄ると、ケイルはトップで、俺はミッド。一時的な人数差ができる。グエンは対象して不可。おろあ、すごい。飛び込みしてた。やばい。お手手が短い。カイティングされる。無理だ。まあ、ゼリー相手ちょっと弱いかもな。っていうか。ゼリー相手、何もできないかも。ナイス。めちゃくちゃ強い。まあでもね、別にゼリー以外倒せばいいわけだから。正直問題にはならない。で、ゾニャ買って、ゾニャの後ナッシャー行くか。まあ、ゾニャ買わずにナッシャーもいいんだけど、ゾニャ、ねやっぱりね、3コア、4コアあたりにはもう欲しいから、ゾニャ。やっぱり強い。本当にゾニャは。頑張れー。ゲームが難しいな。もう一回バロン待つか。俺らタワー殴れるやつが全然いないんだよな。アクションも、ゾイも。ちょっとそんなに殴れないし。相手の構成的に。
まあ、とりあえずセカンド取るか。まあ、テレポートはあるんでいつでも飛べます。だからバロン30秒。まあ正直バロンでまたゲーム進めた方がいいわな。バロンバフないミニオンで CG してもあんまり割れないタワー、やっぱり。いいね、サバード。あ、もうちょっと待っててほしかったけど。まあまあいいか。なんかシンドラのいい、なんかよくわかんないな。普通にシンドラ外にいるはずなのになんか食らってる気がするわ。まあバロン食って、まあこれでしっかりね、ゲーム畳みたいですね。4コア目はなしゃ。5コア目は、まあ、状況見て、レースキャップとか、あとはバンシーとか。で、まだ TP あるんで、これもまた1-4します。TP あるときにね、5人でグループするのね、あんまり良くない。てか、もったいないね。相手のエンゲージがよほど強いならグループしないといけないんだけど、テレポートするまでの4秒で死ぬから、人が。今回そんなにエンゲージも強くないから、普通にね、1-4します、これは。グエンとか1対1強いチャンピオン使うときは、やっぱこういうね、しっかりとサイドを押すのも大事。大変そうだな。シンドラがあっちを見たから、その隙に割ります、タワーを。やっぱなんかシンドラのいい食らうよね、これ。何なんだろう、マジで。グエンは対象していくか。ウルトあと10秒で上がる。GG。いやー、結構いいグエンの試合だったな、これは。はい、というわけで、ダメージディールはこんな感じです。トゥルーダメージが結構多いね。3分の1くらいある。かなりあるね。はい、アイテムはこんな感じです。というわけで、じゃあ今回のまとめいってみて終わりますか。まとめその1、グエン対ケイルのマッチアップは、グエン若干有利かな多分。
グエン側のウルトの CD が、ケールのウルトの CD に対してめちゃくちゃ短いから、グエンはもうウルトが上がるためにガンガン回して、ケールのウルトの CD が間に合わない時に相手のフラッシュが落ちて、で、その次にはキルまで繋がるから、結構グエン側がいいマッチアップかなとは思いますね。ただもちろんやっぱりグエンってメレーだから、EQ で前に飛び込んだ瞬間、相手のジャングラーが来て、ガンクされて死んだとか、そうなったらさすがにね、ケールの成長もすごくいいから、勝てなくなっちゃうかもしれないから、ダメージトレード自体は勝てるけど、相手のジャングルの位置とか、ガンクされないような立ち位置は意識してプレイしてみてください。で、まとめその2。さっきも言ったんだけど、グエンって今、ウルトの CD がめちゃくちゃ短いから、大体のチャンピオンより短いのね、ウルトが。だから、お互いに1回ダメージトレードをし合って、お互いウルトない状態で、その後、ウルトが絶対グエンの方が先に上がるから、その時間差をうまく使うとか、が、スノーボールのコツかな。今回の試合でも、1回はウルト使わして、次はでフラッシュ使わして、次でも格殺みたいな。結構ね、ウルトと相手のスペルトレードとか、ウルトとウルトのトレードでいいや、みたいな、そういう考えを持ってプレイしてもいいかもしれないね。もちろん、ウルト交換のつもりで相手が甘えたら普通にそのまま倒してもいいし。っていう感じかな。で、まとめその3。アイテムビルドに関してなんだけど、基本的には、リフトメーカー、もちろんブーツは変えるときに間で挟んでもいいんだけど、2個目が難しくて、リフトメーカーと相性がいいのは悪魔の包容とかもすごく相性が良くて、悪魔の包容の何がいいかっていうと、一回スキル当てると相手にドットダメージ与えるんだよね、悪魔の包容って。そのドットダメージでリフトメーカーのパッシブスキル、戦闘時間が経つごとに与えるダメージが増えてくっていう、そのパッシブスキルの発動するトリガーになるから、悪魔の包容を積む人もいる。で、機動力が欲しいならコズミックドライブ。火力が欲しいならナッシャー。ちょっとディフェンシブに行きたいなら相手のバーストダメージとか警戒したいならゾニャ。で、ダメージも耐久も欲しい欲張りな人は悪魔の包容っていう感じかな。で、その3個目には積まなかったやつを適当に積んで、4個目ぐらいでデスキャップとか、バンシーとか、必要な時に必要なアイテムを買ってください。はい。じゃあ、というわけで今日はこんな感じで終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみに。バイバーイ。